こんにちは、ミッキーです。今回は2024年上半期東京朝ごはん14選としてご紹介していきます。本チャンネルの人気企画でもあります東京の朝ごはん特集。私自身仕事前や土日の朝のモーニングの時間は格別で、少し早起きして味わうちょっとした達成感は一つのご褒美になりつつあります。そんな朝活を2024年の上半期だけでもたくさんしてきました。その中で味はもちろん、コスパや店内の雰囲気含め満足感の高かったお店を今回は14店舗ご紹介していきます。なるべく地域に偏りがないよう東京都内幅広くご紹介していきますので、ぜひ皆さんもお気に入りの場所を探してください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まずはじめにご紹介しますのは2024年1月にオープンしたばかりのテンカップスというお店です。目まぐるしい日常を抜け出して旅先のホテルにあるラウンジのような空間でゆったり過ごせる空間、昼はカフェ、夜は音楽ライブを楽しめる空間、そして偶然の新しい出会いや発見があるかもしれない、そんな空間になっています。店名のテンカップスはタロットカードの中にあるテンオブカップスからインスピレーションを得て付けられたとのこと。このカードは希望や幸福で心が満たされていることを象徴するカードです。テンカップスという空間はカフェ&バーというスペースだけにはとどまらずに、味わうこと、会話を楽しむこと、そしてそこに偶然に居合わせた人たちと緩やかにつながりが生まれるような体験を提供したいという思いで、オランダ出身のシェフさんによって手掛けられたお店です。外観はリゾートの中にあるナチュラルな雰囲気のカフェバーのよう。中に入ってみますと、ご覧のように落ち着いているけれども広々として開放的な空間になっています。そんな街中にありながらも非日常感も味わえるリラックスできるお店です。こちらのお店自体が東急ステイ渋谷というホテルの1階にあるお店になっていますので、もし東京の外からいらっしゃった方で渋谷の宿泊先を探している方がいらっしゃれば、ホテルに泊まりつつ朝ごはんはこちらでいただくみたいな過ごし方をするのもおすすめかもしれません。さて、こちらでは多国籍なオリジナルメニューが注目。カフェタイムやブランチタイムに関しましては、コーヒーやラテだけではなくてユニークなオリジナルドリンクを楽しむことができます。例えばエクスプレッソコーヒーというものはエッグとエスプレッソを掛け合わせたメニューになっていまして、コンデンスミルク、卵黄、ナツメグ、クローブを使ってエスプレッソと混ぜ合わせたオリジナルドリンク、またバンダンラテというものもありまして、東南アジアではよく見られます東洋のバニラと言われますハーブの自家製シロップとココナッツミルク、エスプレッソを使った3色のカラフルなドリンクだということでございます。またブランチメニューとしましては、自家製のグラノーラボールというメニューも人気でございまして、自家製のグラノーラとナッツやギリシャヨーグルト、ハーブ、自家製のいちごゆずジャムなどを使って構成されています。他にもゆずアボカドやユニークなトーストプレート、ブレックファストクロワッサンなどもありまして、どれも試してみたいところです。店内では赤浜コーヒーさんのコーヒー豆が販売されていましたので、おそらくコーヒー豆は赤浜さんのものを使っているのかもしれません。赤浜コーヒーさんもとても素敵な空間でございまして、過去に神楽坂編の動画でご紹介していますので、そちらもぜひ見てみてください。さて、この日に注文しましたのはこちらのブレックファストプレート、そしてアイスのカフェラテです。ブレックファストプレートはふわとろのスクランブルエッグにカリッとしたベーコン、そしてバゲットがついた贅沢メニューです。今回はベーコンとスクランブルエッグを注文しましたけれども、ベーコンではなくソーセージにすることもできますし、スクランブルエッグではなくて目玉焼きにすることもできます。なのでお好みに合わせて注文していただくことができる、そんな素敵なプレートにもなっています。続いてご紹介しますのはカフェ&ワインバーメリージェーン。こちらは2023年10月にフォレストゲート代官山のオープンに伴って誕生しています。茅場町にあります創作料理
自然派ワインに定評がありますビストロネキでシェフを務めます西さんが監修したカフェ&ワインバーです。店内に入るとひときわ目立ちます大きな窓からフォレストゲート中庭の木々を望むことができまして、都心の中にいながらまるで森の中にいるような雰囲気です。ご覧のように広々とした開放的な空間には大きなソファー席がございまして、お子様連れの方でも安心して訪れることができます。そして店内に関しましてもワンちゃんと入店ができますので、お散歩ついでにお食事することができるという点も代官山らしさがあるかなと思っています。ただ入店の際には抱っこしていただくかキャリーケースに入れていただく必要がありますので、その点だけご注意ください。また座席の下にはコンセントがついていたり充電も充実していますので、作業向けにもおすすめかもしれません。ただ平日は空いているものの土日は結構混みますので、あまり長居することは難しいかもしれません。そんなメリージェーンの特徴は、どの時間に訪れても美味しい食事を楽しむことができますオールデイダイニング。8時半から21時まで投資営業で、ブランチビュッフェやアラカルトなど時間帯を問わず魅力的な料理を楽しむことができます。今回はモーニングの時間帯8時半から10時半に訪れていますので、その様子は後でご紹介します。ランチタイムは11時から17時まで。パニーニやチャパタサンド、パスタや肉料理などのアラカルトメニューに加えまして、ブランチビュッフェを11時から14時半まで実施していますので、そのビュッフェの時間帯ではハーブやお野菜を中心としたヘルシーな中近東、いわゆるアフリカ北東部のエジプトから西アジアのアラブ諸国にわたったエリアのような料理を楽しむことができます。具体的にはクミンやコリアンダーなどをブレンドしたデュッカなどスパイス使いがとても特徴的だとのことです。また17時からはディナータイムの営業に切り替わります。ワンドリンクプラス90分おつまみアペロをビュッフェスタイルでいただけますので、ぜひそちらも楽しんでほしいです。さてこちらこの日モーニングでいただきましたオムレツプレートセット、そしてカフェラテです。オムレツプレートが綺麗に成形されましたオムレツに自家製ジャンボンブラン、サラダ、パルミジャーノ厚切りトーストが添えられましたとてもカラフルなプレートです。サラダにかかったドレッシングやオムレツに添えられましたパルミジャーノチーズ、そして焼き色からも想像つくかと思いますけれども、単なるトーストというよりかはこんがりとしつつも柔らかい食感のパンがとても個性的でございました。モーニングメニューは他にもイングリッシュマフィンとサラダがセットになりましたシャクシュカセットだったり、アボカドタヒニオープンサンド、ほうれん草とモッツァレラチーズのパニーニ、トーストセット、グリークヨーグルトなど様々な種類がありますので、ぜひそれらのメニューも注文してみてほしいです。続いてご紹介しますのは、フォレストゲート代官山のオープンから2ヶ月後にオープンしましたブルーボトルコーヒー代官山カフェ。入り口がちょうど通りに面しておりまして、フォレストゲート代官山の玄関口としての機能もありそうです。ガラス張りの外観と植物の中に溶け込みますブルーボトルコーヒーのロゴがすでに味を放っています。内装はノットアホテル那須や虎ノ門横丁などを手掛けています人気建築設計事務所サポーズデザインオフィスによるデザインとのことで、空間自体も抜群。最大の特徴はカウンターゾーンが座席よりも一段高い場所に位置している点。起伏の多い代官山のコンテクストを意識して他のイメージで設計したとのことで、とても印象的なデザインです。左官仕上げで温かみのあるデザインのカウンターをよく見てみますと、茶色のつぶつぶとした素材が練り込まれています。実はこちらはブルーボトルコーヒーで排出されましたコーヒーの抽出柄だとのこと。代官山のテーマの一つは循環するカフェとのことで、本来廃棄されてしまうものをうまく生かす姿勢から循環へのこだわりをそういった随所に見ることができます。そしてサステナビリティへの取り組みはフードにも。社会課題解決型農業を実践しますリーフファクトリー東京が手掛けます外側の葉っぱまで食べられますレタスを使ったサラダなどフードロスに配慮した素材も使用しています。また店舗で使用されていますコーヒー豆は環境に配慮した形で栽培、調達し適正な賃金を支払うフェアトレードによって持続可能な関係性を築いているとのこと。お客様がブルーボトルコーヒーでこの空間心地いいなと思ったり、飲んだコーヒーを美味しいなと思ったりする体験が自然とサステナブルにつながっているという仕組みを考えていきたい。そんな思いを込めているブルーボトルコーヒーの経営が反映されています。
もともとブルーボトルコーヒー自体が日本の喫茶店から大きく影響を受けているとのことでございまして、高品質のコーヒー豆とドリップの方法は日本においてストレートコーヒーやネルドリップを主流としていた喫茶店の提供スタイルを彷彿させる点からも納得です。そんな背景から日本を愛していた創業者のジェームス・フリーマンさんの魂がフォレストゲート代官山の思想と相まってさらに素敵な空間を作り上げているように感じられます。コーヒーは有機栽培の約10種類のコーヒー豆を世界中から輸入しまして、焙煎後48時間以内の豆のみを使用。そして注文を受けてからバリスタさんが豆をひいて1杯ずつ丁寧にハンドドリップで入れてくれますので、ぜひそのコーヒーの深い味わいを感じてほしいです。さて、こちらがこの日にいただきましたブランチプレートのサーモンとアイスノラ。まずアイスノラについてなんですけども、ノラと言いますのはニューオーリンズ・ルイジアナの略のノラ。創業者がミルクドリンクの人気商品の一つでありますアイスラテに代わります美味しいミルクコーヒーを作りたいという思いから生まれたブルーボトルコーヒーのオリジナルドリンクです。そしてもう一つはこちらのブランチプレートサーモン代官山カフェ限定のメニューです。宮城県産の銀鮭を低温調理で半生の状態に仕上げまして、しっとりと柔らかい食感を楽しむことができます。同じくフォレストゲート代官山にありますエトヌンクのパンに添えながら味わっていただければと思います。続いてご紹介しますのは2022年4月にオープンしましたオニバスコーヒーの自由が丘店です。過去にも奥沢の店舗をはじめ中目黒の店舗ですとか、少し業態を変えたアバウトライフコーヒーブリュワーズという形で渋谷のお店をご紹介してるんですけども、こちらのオニバスコーヒーさんは一味違った魅力が溢れる店舗です。もちろんこれまでにご紹介した店舗も魅力的でございますので、過去の動画等も確認していただければと思います。さて、そんなオニバスコーヒーさん、自由が丘の近くにあります奥沢に小さなロースタリーを開いてから10年以上、今や東京屈指の人気コーヒーショップとなりまして、私も大好きなコーヒー店です。毎年バレンタインのタイミングではオニバスコーヒーさんのオリジナルパッケージのチョコレートがあって、そのチョコレートにはコーヒービーンズが入っているといった形で、私もお気に入りのチョコレートになっています。そんな魅力的なオニバスコーヒーさん、オニバスというのはポルトガル語で公共バス、語源は万人のためにという意味です。コーヒーショップを社会インフラの一つと捉えているような面白い視点を持っています。実際私も家でコーヒー豆からひいてコーヒーを 3,4 杯飲むようなタイプなので、そんな社会インフラという考え方も非常に納得感がございます。そんなオニバスコーヒーさんといえば、とてもコスパよくスペシャリティコーヒーをいただけるというのが魅力のお店。高品質の木豆を仕入れて、それぞれの個性を生かすために朝入りの自家焙煎にこだわっています。私もこちらのお店のステップといった朝入りの黄色いパッケージのコーヒー豆が好きなので、たびたび購入させていただいています。さて、そんなオニバスコーヒーさんを開いたバリスタの坂尾さんは、まず質の高いコーヒーがあって、レストランのような皿盛りデザートや料理もある。オーストラリアで体験した全てが美味しいカフェをいつか自分でもやってみたかったということから生まれているお店です。そんな言葉通り、ここ自由が丘店ではコーヒーに合わせるフードやスイーツメニューが充実している点が特徴的です。フードに関しましては、平日は朝の9時から2時半まで、土日は朝の9時から2時までになってますので、その点だけご注意ください。もちろんその後5時の閉店までもスイーツといただくことはできます。バーガーマニア監修のハンバーガーや都内レストランで腕を磨いたシェフパティシエさんが手掛けるスイーツまで、確かに全てが美味しそうな雰囲気でございます。お店はとても人気でございまして、この日も平日に訪れているんですけども、結構満席でございました。ただテラス席があったりというところで、これからの季節は結構過ごしやすいかなと思いますので、店内が難しくてもテラス席でいただくというのもいいかもしれません。店内の内装にはスタッフさんや設計者さんが自ら伐採したといいます静岡県川根本町杉の間の材木を使用することで、木のぬくもりあふれる作りで心がほっと落ち着くような空間を作り上げてくれています。座席は店内ですとソファー席があったりとくつろぐこともできるのも魅力的です。さて、そんな中いただきましたのはこちらのクラッシュドアボカドオープンサンドイッチ、さらにポーチドエッグを追加していただくことにしました。ドリンクとしていただきましたのは、この日はちょっと暑かったのでアイスラテをいただくことにしました。もちろんスペシャリティコーヒーから入れたこだわりの一品、とても美味しいメニューになってますので、ぜひとも体験してみてほしいです。こちらのアボカドトーストは奥添製パンさんのサワードゥブレッドの上にさっぱりとしたクラッシュアボカドを乗っけた一品、自家製のスパイスデュッカをたっぷり振りかけている一品です。他の種類のオープンサンドもございましたし、ブリトーの提供があったりフムスの提供があったり、サラダやスープの提供もございました。写真付きのメニューはなかったんですけれども、例えばインスタグラム等で事前に調べていただいて気になるメニューがありましたら、お店で実際に注文していただくのも良さそうです。
ちなみにモーニングメニューとしましてはグラノーラもしくはトーストから選ぶことができまして、11時までの限定メニューになっていましたので、朝いただきたいという方はそちらも参考にしていただければと思います。ブランチのメニューとしましては先ほどご紹介しましたハンバーガーとかフィッシュバーガーがおすすめです。さらにキッズメニューの提供があったりとか、しょっぱい系のメニューですとミックスフライドポテトとかひよこ豆のファラフェルみたいなメニューもございましたので、そちらをコーヒーと合わせていただくのもいいかもしれません。またアルコールメニューの提供もございましたので、お店の営業時間こそ夕方までなんですけれども、朝もしくは昼からアルコールをいただきたいという方のニーズにも応えられるような店舗になっていました。続いてご紹介しますのは、2023年7月に祖師ヶ谷大倉駅から徒歩5分の住宅街にオープンしましたルナコーヒーさん。ホワイトの壁と明るいウッド調のインテリアで統一された店内はスッキリとしておりまして、気持ちまで晴れやかになりそうな雰囲気です。ベビーカーでの入店やお子様連れも OK なので、この辺りにお住まいの家族連れにとっても落ち着ける場所になっています。こちらは自家焙煎コーヒー店でもございまして、コーヒーの産地はブラジル、ケニア、エルサルバドル、エチオピアなどこだわりを持って選ばれ、もちろんご自宅用の豆としても販売しています。また、フード、スイーツには米粉を使っておりまして、グルテンを控えた生活をしている方にも嬉しいお店になっています。定期的に季節限定のメニューもございまして、バレンタインシーズンは米粉のシフォンケーキに米粉チョコグラノーラを組み合わせたチョコパフェの販売なんかもございましたので、今後もそういった季節限定メニューが楽しみなお店でもございます。さて、この日にいただきましたのは米粉パンと野菜プレート。1000円でいただくこともできまして、サラダ、チキン、スープ、アボカドのディップ、そして米粉パンの彩り豊かなワンプレートディッシュにもなっています。栄養バランスが非常に良くて、全体的にカロリーも控えめなので、まさに健康を気にする方にとって嬉しいワンプレートになっています。また、こちらのお店では電源や Wi-Fi も使えますので、そういったところもお勧めできるポイントです。さらに、こちらのお店に関しましては、デザートとドリンクをセットで注文しますと、ドリンクが100円引きになりますので、そちらも嬉しいポイントだったかなと思います。食後にいただきましたのは、こちらのカフェラテ。ホットとアイスから選ぶことができまして、この後アイスのご紹介もしていきます。ホットに関しましてはラテアートも添えてくれまして、こういった米粉のクッキーも添えていただきましたので、とてもコストパフォーマンス良かったかなと思っています。またアイスのラテに関しましては、エスプレッソとミルクの層が美しく映えていますので、どちらを頼んでも後悔することないかなと思います。ちなみにカップとソーサーは関東を中心に活動する陶芸家でございます室賀かな子さんのものということでございます。ぜひそういった手作りならではの温かみを感じるカップも注目してください。さらにいただきましたのは米粉のシフォンケーキ。この日にいただきましたのは季節限定の白桃のフルーツになってましたけれども、またこちらも季節ごとに変わってきますので、そこも注目です。他には米粉のキャロットケーキをいただきまして、こちらはほんのりオレンジがかかったもちもちした生地の中にたっぷり人参がすり込まれた自然本来の甘みになっています。グルテンフリーということもありまして、優しい口当たりでいただけるというのもとても嬉しいポイントになっています。さて、もう一つ今回の特集でご紹介しますのはモーニング。ルナコーヒーさんでは日曜日と月曜日限定でモーニングを開催しています。モーニングの時間は9時から11時まで。メニューは2種類ございまして、まず1つ目は米粉パンモーニングプレート。プレートのみでも800円でいただけるんですけども、ドリンクをセットにしていただいても1100円と非常に高コスパです。ミニサラダ、ソーセージ、目玉焼き、豆乳バターがついたメニューになっています。さらにもう一つ、米粉パンフレンチトーストというメニューもございまして、そちらはドリンクセットでも900円です。ただ、前日の夜からパンをつけているということでございまして、完全予約制になっています。気になる方は、インスタグラムから予約していただいて注文していただくのもいいかもしれません。こちらは米粉パントーストのメニューになっていまして、ドリンクセットで800円。単品の場合には500円のワインコインでいただけますので、とてもコスパがいいです。続いてご紹介しますのは、銀座からノアカフェです。銀座の中心でゆったり過ごせる隠れ家のようなレトロカフェで、自慢のワッフルと自家焙煎コーヒーが嬉しいモーニングが味わえます。銀座駅からもとても近くて、地下1階にある白を基調としたシンプルで落ち着いた空間は、銀座の買い物で休憩するのにもおすすめでございます。また、全席禁煙ではあるものの、喫煙ブースもありますので、喫煙される方にとっても隠れ家的に利用できるようなスポットかなと思います。
個人的な印象としましては、外国人の方々もいらっしゃって、おそらく Wi-Fi を使えるという点が外国人の方にとってもちょうどいい空間として認知されているのかなと思いました。実際に私自身も仕事の前に立ち寄ったんですけれども、ちょっとメールを確認したいなという時にもこちらでパソコンを広げて確認することもできましたので、そういった点も個人的には嬉しいです。ちなみに Wi-Fi に関しましては、店員さんに尋ねていただくことで Wi-Fi のパスワードを共有いただけますので、ぜひ尋ねていただいて接続してほしいです。店内はテーブル席を主としながらも、広々としたソファー席もありまして、さらに新聞や雑誌等も無料で読みましたので、フラッと立ち寄って時間を潰すのにも最適かなと思いました。さて、メニューのご紹介をしますと、この日はモーニングサービスとしまして、ドリンク1杯に200円を加えていただくことができるワッフルを注文しました。ちなみにワッフル以外だとトーストも注文できまして、さらにサイドメニューとして200円を追加することで、ゆで卵やアイス、日替わりスープなども注文できました。ご覧のようにモーニング以外にも自慢のワッフルやサンドイッチ等を注文できますので、オールデイで楽しめるようなお店です。ちなみに営業時間も朝8時から夜は11時半まで長く営業しておりますので、そういった部分も嬉しいポイントです。さて、こちらがこの日に注文しました泡立ちコーヒーとモーニングサービスのサラダ、そしてワッフルでございます。注目のメニューとしましては、引き立ての自家焙煎コーヒーとワッフル。このワッフルに関しましては、味、素材、食感にこだわりながら長年試行錯誤を繰り返し、やっと完成した生地を使っているとか、粉の配合から調理まで店内のキッチンでやっていて、注文が入ってからじっくりと一枚一枚丁寧に焼いてくれています。続いてご紹介しますのは、クリスピークリームドーナツの東京国際フォーラム店です。まさかチェーン店の紹介があると思う方もいるかと思うんですけれども、もちろん紹介するには理由がございます。こちらは出来たてのオリジナルクレーズドが味わえますクリスピークリームドーナツでも希少な店舗。実は国内でも出来たてのオリジナルグレーズドが味わえますのは、ここ東京国際フォーラム店、渋谷シネタワー店、船橋ララポート東京ベイ店の全部で3店舗のみとのこと。そんなこちら東京国際フォーラム店は2022年の4月に誕生したばかりで、クリスピークリームドーナツ最大級のフラッグシップ店になっています。そんなフラッグシップ店だからこそ限定メニューの販売なんかもありますので、そういった点でも注目ですし、大きなロゴの看板と大きなガラス張りの外観はとてもおしゃれです。もちろん中に入っていただいてもいいですけれども、外からも店内の様子をよく見ることができまして、東京駅というビジネスマンが行き交う場所だからこそ充電も可能なスペースは結構ビジネスマンにも重宝されています。中はとても天井が高くて、椅子やソファー、テーブルなどのインテリアはドーナツをあしらったようなまん丸い形がモチーフになっているものがたくさんありますので、そんなポップで可愛らしいデザインも SNS 映えするかなと思います。先ほど申し上げました通り、作業用にゆっくりできるようなカウンター席もあれば、グループで楽しめるようなテーブル席もございます。クリスピークリームドーナツと言いますと、どうしても若者向けなイメージがあるかもしれませんけれども、この店舗はやはり客層が高いということもありまして、割とビジネスマンの方々が一息つきつつ、ドーナツを味わいつつ、商談をしているような様子とも伺いました。さて、今こちらはドーナツを映してるんですけれども、フラッグシップ店ということで、ここでしか味わえない限定スイーツもございます。クリスピークリームプレミアム東京シリーズという名前でございまして、公式のインスタグラムを確認しますと最新情報も載っていますので、ぜひ確認していただいた上で気になりましたら注文してみてほしいです。そんなクリスピークリームドーナツ、6月からはクイックオーダーサービスがスタートしておりまして、会員登録やアプリをインストールすることなく注文できるようになりましたので、レジに並ばず受け取ることができるようにもなりました。さて、こちらはお得なモーニングセット。モーニングの時間帯11時まではドリンクを1杯注文することでオリジナルクレーズドが1個無料でついてきますので、個人的にも利用しているお得なサービスです。ぜひ皆さんもご活用ください。続いてご紹介しますのは、2020年11月にオープンしましたゴンチャの東京駅グランスタ八重洲店でございます。日本全国に続々と誕生していますゴンチャ。皆さんもゴンチャと言いますとチェーン店のイメージで今更ご紹介することに違和感を感じる方もいるかと思います。ただこちらのお店で注目すべき点はモーニングメニューの提供があるという点。実は限られた店舗のみでモーニングメニューが提供されていまして、私が知る限りではおそらくこの東京駅グランスタ店で試験的に採用されているぐらいなのかなと感じています。こちらの店舗も8時からオープンしていまして、モーニングメニューは11時までの限定。
定番のティーとトーストやシュガードーナツ、エッグタルトやチャーシューメロンパンをセットにしたモーニングティーセットが420円から490円程度、つまりワンコイン以下でいただくことができるという点は特にお勧めできるポイントかなと思います。この日も420円でいただいたんですけども、トッピングにパームを追加しても500円ぴったりでいただくことができるような、そんなお得メニューです。こちらの東京駅グランステ八重洲の1階1階に関しましては、テーブル、カウンター合わせて49席と席の数も多いですし、Wi-Fi と電源の提供がありますので、例えば仕事の途中で東京駅で少しだけメールを返したいなんていう用途にも使えるような、そんな店舗でございます。せっかくなので少しゴンチャのご紹介しますと、ゴンチャは2006年に台湾で誕生しました。全世界で1500を超えます世界規模のアジアンカフェになっています。台湾発祥のティーブランドとして圧倒的な認知度を誇りますゴンチャは、タピオカなどの一時的なブームに踊らされず、着実にファンを増やせるような取り組みを続けています。そんな取り組みの一環として、こちらのモーニングメニューの提供も始まったのかもしれません。続いてご紹介しますのは、神田駅からすぐにあります神田コーヒー園の神田北口店でございます。コーヒーで全ての人を幸せにをコンセプトに、地元の方々にも愛されるこだわりの自家焙煎コーヒーが魅力の喫茶店になっています。昭和33年に美人喫茶としてオープンし、昭和57年には当時はまだ珍しかった自家焙煎を始めたこちらの店。今でも巨大な焙煎機でコーヒー豆を自家焙煎にて提供してくれています。2020年の JR 耐震工事のために一度閉店を余儀なくされてしまったんですけれども、地域の人たちがコミュニケーションを楽しめる場所とクラウドファンディングに挑戦し大成功。心機一転、リノベーションをして再スタートを切っています。ギャラリーの活用や神田祭りで振る舞うコーヒーなど、地域との積極的な交流を行っている点も魅力的な部分です。場所は先ほど申し上げました通り、JR 神田駅のガード下を歩いてすぐのところにあります。入り口の扉を開けますと、2つのフロアが分かれていまして、親しみを感じる木目調と間接照明のちょうどいい明るさが、まるで大人の秘密基地のようなワクワク感を作り上げてくれています。複数人で訪れる際にはソファー席、1人でゆっくりするならカウンター席といった形でバラエティ豊かな席もありますので、用途によって使い分けることができる点もおすすめなポイントです。特におすすめなのは朝のモーニング。ソーセージ、ケチャップ、パセリのシンプルなホットドッグや、厚切りでボリューム満点のトーストセット、しっかり朝の元気チャージに活用できるような店舗でもございます。そしてやはり注目なのはコーヒー。こちらの店では3つのこだわりがございまして、1つ目は入りたて、2つ目は仕立て、そして3つ目は入れたてというところで、店内に設置しましたガス釜直火焙煎方式のロースターで自家焙煎してくれている入りたての豆を楽しめる工夫も抜群です。また豆自体も少量ずつひいていますので、いつでも引き立てていただくことができました。そしてそんな豆を豆の味が最も生きるネルドリップで提供してくれます。さて、こちらこの日いただきましたコーヒー園ブレンドとデラックスセットでございます。デラックスセットのサンドイッチはハム、野菜、卵を挟んだ一品。お皿いっぱいにはみ出るようなボリューム満点なメニューになっています。サイドメニューとしましては、今回いただいたサラダとゆで卵から選べますので、お好みで選んでください。この日もサラダをつけていただいて、朝からしっかりパワーチャージできました。続いてご紹介しますのは、 JR 立川駅直結のグランディオ立川の1階にありますセスト。オールスクラッチ製法で粉からお店の中で作り上げる手作りパンが売りのお店です。イタリアで修行したシェフさんが2008年に中目黒の商店街で始めたお店から始まり、今では学芸大前、都立大前などに13店舗を構えています。実は過去に蔵前編の動画でトランスパレンテという系列店をご紹介していますので、そちらをご存知の方は同じく美味しいパンがいただけるなどイメージしていただくことができるかもしれません。基本的には先ほど申し上げました通り、東京23区でのお店がメインになるんですけども、こちら東京郊外でもその味が楽しめるというところは特にお勧めできるポイントです。セストはパン×雑貨の新業態。手作りパンに合うようスタッフが厳選した食器や雑貨も購入することができます。オープン当初に比べまして、この日訪れた際には雑貨コーナーは縮小しているようだったんですけれども、その分パンのレパートリーも増えている印象だったので、よりパンの魅力を味わうことができそうです。
パンの種類としましては、あんパンやクリームパンなどの定番のパンの他に、カンパーニュやゴルゴンゾーラと蜂蜜のピザなど、イタリアにゆかりのあるベーカリーならではのお惣菜系のパンがたくさんありました。また、コーヒーやソフトドリンクに加えまして、ミネストローネやコーンスープも取り揃えていますので、パンと合わせて注文することができれば、大満足のお食事としていただくこともできます。また、イートイン限定のスペシャルセットとして、マルゲリータなどの焼きたてピザ1種と、サラダ、スープ、ドリンクがセットになったランチメニューをいただくこともできます。その中、今回は3種類のパンと別に、コーンスープとサラダとドリンクの3種類をつけることができるミニセットを注文しました。グラノと言いますのは、麦の穂の形をしたベーコンエピにたっぷりの枝豆とチーズが入った一品。フランスパン屋さんだとエピという名前で売られていることが多いんですけれども、イタリアが由来なので、こちらではグラノという名前で提供されています。また、こちらはかぼちゃのナチュラーレでございまして、食パンと同じ生地を使った丸い形のパン。柔らかくもっちりとした薄い小麦色のふわふわとした生地に甘いかぼちゃのペーストが練り込まれていまして、とても風味豊かな一品になっています。加えてよもぎあんパンもぎっしりと詰まったあんが特徴的なあんパンになっていました。続いてご紹介しますのは、まるでフランス・パリのような雰囲気を感じられる吉祥寺の一軒家カフェ。フランス人と日本人のご夫婦で運営されていまして、お二人のさりげないフランス語での会話や気さくでオープンだけども気配りを忘れないお人柄が大きな魅力のお店です。今回訪れたこの日も朝からフランス人のお客さんやフランス語を勉強する学生さんが訪れておりまして、カフェミミさんだからこその空間がありました。店名にあるミミはフランスのおばあちゃんのニックネームから、M の大きな看板を目印にお店の扉を開けますと、店内には店主さんがフランスで買い付けてきた味のあるアンティーク雑貨がずらり。壁や扉の色合いがポップだけどもナチュラルで、お店全体がとにかく可愛らしい雰囲気になっています。またテラス席もありますので、お庭のオリーブの木を眺めつつヨーロッパスタイルで楽しむのもおすすめです。運が良ければバラが咲いている様子も見られるとのことでした。ほっと一息のカフェとしてはもちろんのこと、大人気なのは朝ごはん、昼ごはんのセット。シンプルながらしっかりお腹が満たせるようなメニューの数々です。今回はモーニングセットとしましてフレンチトーストを注文しました。ふわふわ食感で口の中でとろけるようなフレンチトースト。添えられたアイスクリームと一緒に味わいつつ、シナモンの味付けがほんのり心地よいメニューになっていました。モーニング自体にはオレンジジュースがついているんですけども、さらにセットのドリンクとしてカプチーノもついてきましたので、そのあたりもとてもおすすめです。朝ごはんのセットとしましては、他にはクロワッサンのメニューなんかもございました。ドリンクの組み合わせとしましては、大きなカフェオレボウルに入ったカフェオレとの組み合わせもおすすめとのことでございましたので、気になる方はそちらも注文してみてほしいです。フランスの方々はパンをオレに浸して食べることが多いとのことで、そんな背景から大きなカフェオレボウルを使ったメニューが流行っているとのことでございました。続いてご紹介しますのは、2023年12月にオープンしましたドージャン日和というお店。本場台湾の人気店が監修します台湾の定番朝ごはんやスイーツも味わえるお店です。店内で作る出来たての自家製豆乳を様々なフレーバーで味わえるのが大きな魅力。こちらのお店の監修元、漢数字の2、漢字の吉、漢字ののきを組み合わせてアーディーシュアという名前の豆乳屋さんは、実は台北の四漢チエをはじめ台湾各地で広くお店を展開している大人気のお店です。店主さんが台湾で偶然出会った豆乳の味に感動し、ぜひ日本でもとアーディーシュア豆乳の創業者のもとに何度も足を運んで、その味や技術を習得。2023年12月に吉祥寺にオープンしたお店になっています。日本にある豆乳のイメージをガラリと変えてしまうほど、とても濃厚で大豆そのものの甘さを感じられる豆乳に出会うことができます。もちろんその秘密は自家製である点。
お店の大きなガラス窓の奥に、外からでも見える大きなステンレス製のマシーンが新鮮な豆乳を生成してくれます。運が良ければ大豆を投入するところなど実際に作っている場面を目にすることもできます。外観はシンプルでモダンな雰囲気。店内も工房のようなシンプルでおしゃれな広々とした空間で気軽に楽しめるスタンディングスペースがある一方、奥に木でできたテーブルや椅子が並んでいまして、ゆったりと過ごすこともできます。スタンディングスペースには充電コーナーもありましたので、軽く調べ物をする際にもおすすめです。さて、入り口に入りますと、まずはこちら、ショーケースにずらりとボトルが並んでいます。無糖のシンプルなものから、小豆、黒ごま、アーモンド、ほうじ茶や変わったものではキュウリというものもございました。サイズは S と M がありますので、まずは S をご購入いただいて、気に入った場合には M をご購入いただくのがいいかもしれません。気になる味のものは試飲もできるとのことでした。さて、この日は看板メニューでありますシェンドージャンとトウファのセットをいただきました。シェンドージャンは台湾の朝ごはんの定番で、温かい豆乳の中にザーサイや小エビ、ネギなどが入っています。ごま油の香ばしさ、口に含むと濃厚な豆乳の甘みと食材とのハーモニーがたまりません。さらに台湾式の揚げパン、陽亭青というものが添えられていまして、最初はカリッといただきつつ、徐々にスープに浸されてしっとりといただけるような揚げパンになっていました。そしてもう一つはミニサイズでいただけますトウファ。つるんとした食感の日本スタイルと食用石膏で固めたしっかり食感の伝統の2種類から選ぶことができます。朝ごはんとしてもボリュームはちょうど良かったので、ぜひともいただいてみてほしい、そんなお店になっていました。続いてご紹介しますのはカフェラパンさん。いろいろな産地から厳選した木豆を使い、入りたてで新鮮な体に優しいコーヒーの提供をモットーに営業しているお店です。上野の中心街から路地を一本入った場所にあり、落ち着いた環境でカフェタイムを楽しむことができます。店内に入りますとコーヒーの香りが広がっておりまして、木目のインテリアで統一されたくつろぎの空間になっています。複数人でくつろぐことができますテーブル席に加えまして、目の前でコーヒーを入れる様子を楽しめるカウンター席もありますので、いろいろなシーンでの活用が期待できます。そして個人的に特筆すべきは接客の心地よさ。この日も朝から訪れたんですけれども、カフェラパンさんでお食事をいただいた後に仕事を始めるのにとても気持ちよく過ごすことができましたので、私のように仕事前のひとときだけではなくて、観光に訪れた際、こちらでモーニングをいただくと、その後の観光もとても楽しく過ごすことができるかなと思いますし、思い出にも残ると思います。そんなカフェラパンさんは、上野にありますザ・親戚喫茶店という一見敷居が高そうなイメージをいい意味で覆してくれるようなそんな空間。美味しいコーヒーを味わっていただきたいというお店の思いがこちらにまでしっかり伝わってきました。コーヒーはマスターが心を込めて焙煎し、ネルドリップで抽出。入れたてのハンドドリップだからこそ楽しめるような深い味わいを感じることができますので、コーヒー好きな方必見なお店です。そして自家焙煎コーヒーはもちろんのこと、パンなどの軽食メニューも豊富。ご覧のように焼き菓子も多数ございますので、コーヒーとスイーツをカフェタイムにいただくというのでもおすすめです。その中、この日いただきましたのはモーニングセット。卵トーストとサラダとカフェオレのセットになっています。厚切りトーストのサクッとした歯ごたえとたっぷりペーストされた濃厚な卵が注目の卵トースト。ぜひ味わっていただきたいですし、隣に添えていただくミニサラダも体に美味しいメニューになっていました。他にもベーコン、レタス、トマトの BLT にチーズを加えたメニューやクロックムッシュなどの焼いたパンや野菜サンド、ハムサンドの提供もありまして、パンのメニューが数えきれないほどあります。ですので、パンプラスコーヒーの組み合わせがこちらの店の魅力になっています。今回いただきましたモーニングセットは7時から11時まで。トーストの他にはクロワッサンもありまして、外国人の方々はクロワッサンを頼んでいる様子も印象的でした。また、ドリンクはコーヒー、紅茶、カフェオレなどをセットにすることができまして、今映しております通り、アイスでもいただくことができます。カフェオレ自体も少し苦味を感じるようなスッキリした味わいになっていました。そして最後にご紹介しますのは、昭和レトロな純喫茶で驚くほど厚みがあるホットケーキを頬張る幸せな時間を過ごせる空間です。
創業50年以上の歴史を感じる喫茶店ニットにはいつも幅広い世代のお客さんが懐かしさを求めて遠方からも足を運んでいます。昔ながらのショーウィンドウにはナポリタンやパフェのサンプルが飾ってあります。こちらのお店はもともとセーターを製造する町工場だったそう。東京の下町が過去にもご紹介しています通り、そういった手作りの職人魂が込められている場所がたくさんありますので、こちらニットさんもその一部だったのかなと思います。そんな町工場だったこちらのニットさん。時代の流れにより昭和41年に喫茶店を開くことになりました。せめて名前だけでも残したいと、店名をニットにしたところからこちらのお店が誕生しています。そしてお店の扉を開けますと、中は広々としていまして、革張りのソファー席がずらりと並んでいます。壁紙のデザインや照明の形はどれも懐かしいデザインになっていまして、暖色の照明が静かで落ち着いた雰囲気を醸し出しています。お店の男性スタッフさんの制服を見ますと、白シャツに蝶ネクタイ、そしてその上にはお店の雰囲気にもぴったりなワイン色のニットベスト。こういった服装からもお店の歴史を垣間見ることができます。そしてこちらニットさんでの注目メニューはホットケーキ。お客さんの声に応えながら柔軟にメニューを増やしていく中で人気メニューのホットケーキは誕生しました。シンプルにでも丁寧に焼き上げますホットケーキ。まずは銅板の中に乗せられたマリー専用の型に生地を流し込みます。そのまま20分じっくりと焼いていき、裏返してからその型を外し、丸く形を整え、さらに5分焼き上げています。そのため今回ご紹介しますホットケーキセットは焼き上がりまで40分くらいかかります。なので訪れる際には時間に余裕を持つことをお勧めします。もちろん人気メニューはホットケーキですけれども、他にも注目メニューはたくさんございます。トーストについてもハムトーストや卵トースト、野菜トーストやチーズトースト、ツナトーストと様々な種類がありましたし、他にもビーフカレーやスパゲッティ、ピラフやオムレツ、焼きそばに焼肉、ハンバーグ、ビーフシチューなどなどたくさんの種類がありましたので、まずは今回ご紹介しますホットケーキセットを試しつつ、2回目以降はこういった他の喫茶店メニューも注文してほしいです。さて、こちらが今回いただきましたホットケーキ。お皿に乗ったホットケーキの厚みはなんと2センチ。そのホットケーキを2枚重ねていますので、とても高くてふわっとしたホットケーキが出来上がっています。上にはちょこんとバターが乗っかっていて、焼き色も美しく、生地の香ばしい香りとバターの豊かな香りが何とも幸せな気持ちにしてくれます。外はパリッと中はふわふわの食感。バターやシロップがよく染み込んで、見た目とは裏腹にペロッと食べることができます。ぜひこちらのニットさん、昭和レトロな素敵な空間とともに過ごしてみてください。以上、今回は東京の朝ごはんを14選ご紹介していきました。気づけばすでに2024年も下半期、7月以降も私自身新しい朝ごはんの場所を開拓してきていまして、特に今年の夏は暑いので、朝の少し涼しい時間帯から楽しめるお店は極上だなと感じています。今回いくつかご紹介したように、チェーン店であっても特定の店舗だけで実施されている朝ごはんの店舗なんかもありましたので、そのあたりも注意深く検索しつつ、新しい発見があればまたご紹介していこうと思っています。東京都内幅広くご紹介してはいるものの、私自身なかなか降りないような駅もありますので、もし皆さんの中で気になっているお店だったりとか、行って満足感が高かったお店がありましたら、コメント欄の方で教えていただけるととても参考になります。以上、ミキでした。ありがとうございました。